今日はフライドポテトミルフィーユを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフライドポテトミルフィーユを作りたいと思います。今回のフライドポテトなんですけれども、じゃがいもを薄切りにして、それを重ねてミルフィーユ状にして仕上げていきたいと思います。材料はたったの3つで手軽に作れます。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、塩、青のり、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。ということで今回はですね、たったの材料3つだけです。一応油も使うんですが、基本的な材料は3つだけで作っていきます。まずですね、じゃがいもの種類ですね。今回はメークインを使用していきます。メークインは比較的ね、表面がボコボコしてないので作りやすいかなと思います。こちらのじゃがいもの品種はお好みのものを使用してください。あんまり太さが変わらなかったりとかするものが使いやすいかなと思います。そして今回味付けは塩と青のり、こちらの2つでしていきます。この味付けに関しましてはお好みのものを使用してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずですね、ピーラーでじゃがいもの皮を剥きます。皮付きがお好みの方は皮付きでも OK です。はい、このように皮を剥いてください。では残りも同じように皮を剥いていきます。皮を剥いた時にもしじゃがいもの芽があった時はそれは取り除いてください。はい、このように皮を剥いてください。そしたらですね、こちらを今からスライサーでスライスしていきます。もしスライサーがない場合は薄く包丁で切ってください。今回ね、じゃがいものでんぷんも利用するので水にはさらさずに作っていきます。ではスライスしていきます。スライスする方向なんですが、この面を下にしてスライスしていきます。こちらはじゃがいもの大きさとか形によっても変わるので、スライスする方向は調整してください。ではね、スライスしていきます。スライスするときはね、こういった安全装置を使ってスライスしてください。ただこれね、ちょっと長さがあって逆にやりづらいので、途中まではね、手で持って手を怪我しないようにスライスしていきます。ではスライスします。はい。で、だんだんね、持ち手が短くなったらこういった安全装置をつけてください。はい、こんな感じです。大体で大丈夫です。このぐらいの厚みにスライスしてください。それでは残りも同じようにスライスしていきます。はい、スライスが終わりました。それではですね、今からこのスライスしたじゃがいもを重ねていきます。大体で大丈夫なので、大きさが揃ってるものをこのように重ねて、厚みがね、1センチぐらいになるようにしてください。このように重ねます。そしたらこれはですね、耐熱のお皿に置いておきます。では残りも同じように重ねていきます。はい、OK です。このように重ねました。ちょっとね、耐熱皿に入らなかったので、こちらの平べったいね、耐熱のお皿に入れ替えました。このように重ねてください。それではここにふわっとラップをします。そしてこちらを電子レンジ 600W で2分30秒加熱します。2分30秒加熱しました。すごくね、お皿が熱くなってるので、やけどしないように注意してください。そしたらラップを外します。この表面の水分をキッチンペーパーでしっかり拭き取ります。この時もね、熱いのでやけどしないように注意してください。このようにじゃがいもを洗わずに加熱したので、じゃがいものでんぷんでじゃがいも同士がこのようにくっついてます。そしたらね、裏面も水分を拭き取っていきます。この時もね、結構熱いのでやけどしないようにしてください。はい、このように両面水分を拭き取ってください。それでは今から油で揚げていきます。それではフライパンの底からだいたい1センチほどの油を注ぎ入れます。はい、それでは火にかけます。今回は160度から170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にプクプクプクと菜箸の先から泡が出るぐらいです。このぐらいになれば OK です。そしたらね、やけどしないように入れていきましょう。
はい、こんな感じで入れました。あとはだいたい5分から7分ぐらいですね、カリッとするまで揚げていきます。時折ね、こうやって裏返しながらね揚げていきましょう。もしね早く焦げついてしまった時は少しね火加減を弱めてください。はい、今5分半ぐらい経ちました。このようにね小さいものに関しましてはもうカリッとね揚がってます。大きさとか厚みによっても変わるので、このように揚がったものから取り出していきます。表面がカリッとしていい揚げ色になってれば OK です。なので揚げ時間は様子を見ながらね調整してみてください。はい、こんな感じで美味しそうに揚がりました。このようにザクザクに仕上がってます。そして側面はこんな感じです。では残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。こんな感じでとてもザクザクに仕上がってます。それでは味付けしていきます。味付けは必ずねポテトが温かいうちに行ってください。ではね、こちら油を切ったらボウルの中に入れます。はい、そして塩ですね。今回粗塩を使ってます。そして絡めます。崩さないように優しく絡めてください。今回半分だけね青のり味にしたいので、ここから適当な量ですね取っていただいて、こちらに青のりを入れます。そしてまぶします。はい、 OK です。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。こちらの味付けはお好みでやってみてください。はい、これでミルフィーユフライドポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとてもサクサクで美味しそうに仕上がってます。手前が塩味で後ろが海苔塩味です。ミルフィーユの層はこんな感じになってます。とてもパリパリです。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。おいしい。サクサクですね。外側のこのねミルフィーユ状になってるところはサクサクなんですけど、真ん中の中央部分はしっとりとした仕上がりになってます。では青のり味もいただきます。いただきます。青のりはやっぱり合いますね。美味しい。もうねすっごくパリパリです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフライドポテトミルフィーユのポイントです。まずじゃがいもの品種なんですが、こちらはお好みの品種を使ってください。今回私はですねメークインを使いました。メークインはですね比較的表面が滑らかなので扱いやすいと思います。そして今回じゃがいもはスライサーでスライスしました。このスライサーを使う時はですね指や手を怪我しないようにだけ十分に注意して使うようにしてください。そしてスライスしたじゃがいもなんですが、こちらは水にさらさずに使うようにしてください。今回はですねじゃがいものでんぷんを利用してじゃがいも同士をくっつけるので、水にさらしてしまうとうまくくっつかなくなってしまいます。なのでそのまま使うようにしてください。そしてスライスが終わったらだいたい1センチぐらいの厚みになるように重ねてください。できるだけ同じ大きさのものを重ねてみてください。そして1センチの厚みになるように重ねたら揚げる前に一度電子レンジで加熱してください。そうすることでじゃがいも同士がくっついて剥がれなくなります。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですねだいたい160度から170度ぐらいの温度で揚げるようにしてください。この揚げ時間に関しましては大きさとかあとは厚みによっても変わってくると思うので、だいたい5分から7分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。そして今回はですね塩味と海苔塩味、こちらの2種類ご紹介しました。この味付けに関しましてはお好みのもので味付けしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフライドポテトミルフィーユを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。